1954年6月、アメリカ北西部の沿岸、レーダーが捉えた一つの光点が二つに分かれた。スクランブルした2機の戦闘機が自らのレーダーでそれを8分から12分追った。物体は加速し、画面から消えた。パイロットは誰一人それを目では見ていない。後にアメリカ空軍は公式の報告書にこう記す。あれは真の空中目標であったと。記録の出所はアメリカ国防総省の機密解除文書サイト war.gov。資料は FBI 連邦捜査局のシアトル支局が長年にわたって閉じたワシントン州の空飛ぶ物体のファイルだ。そのファイルの中核に一通の空軍報告書が挟まっている。書いたのは特別捜査部 OSI。時代は1954年。朝鮮戦争が休戦してまだ1年。アメリカはソ連の爆撃機の奇襲を恐れ、沿岸にレーダーの壁を張り巡らせていた。その壁の北西の端で、その夜何かが起きた。地上レーダーが未確認の目標を捉え、2機のジェット戦闘機が緊急発進する。そして空軍は一つの結論を記すことになる。1954年6月22日、夜の7時半過ぎ、アメリカ本土の最北西ニアベイのレーダー基地が未確認の目標を捉えた。コードネームティモシーと呼ばれるその管制レーダーは、目標の速度をおよそ200ノットと見積もる。目標は10分の間に3度画面に現れては消えた。基地は直ちにその情報をマーキュリーと呼ばれる揚撃管制センターへ伝える。マーキュリーは即座に判断した。すでに上空で哨戒任務についていた2機のジェット戦闘機をその光点の方向へ差し向ける。呼び出し符号プロントブルー1番機と2番機。冷戦の防空網が静かに動き出した。2機の正体は F-86D。当時最新鋭の全天候型迎撃戦闘機だった。機首に自前のレーダーを積み、闇の中でも目標を捉えられる。だからこそ、この夜の追跡は、すべてレーダーの上で起きた。プロントブルー2番機のマクブライド中尉がまず捉えた。およそ28マイル先。その交点は彼が見ている前で2つのはっきりと分かれた点に割れた。高度は25000フィート。マクブライド中尉は機首を向け25000フィートから6000フィートまで一気に降下し6マイルの距離まで詰める。その間目標の速度は増し続け、マッハ 0.9 に達した。だが交点は、するりとスコープの外へ逃げていく。一番機のシューエル中尉も、別の高度でそれを捉えたが、数回の操作で消えた。追跡は8分から12分。そして交点は、速い待機速度のためか、画面から完全に消えた。ここで、一つ確かめておかなければならないことがある。この夜2人のパイロットは、その物体を一度も肉眼では見ていない。報告書ははっきりとこう書く。いずれのパイロットも目標を視認していないと。彼らが追ったのは、レーダーの画面に映る光の点だけだった。場所も見ておこう。ニアベイはフアンデフカ海峡の入り口に突き出した岬。太平洋を見張る防空の最前線だ。2人の操縦士。マクブライド中尉とシューエル中尉は、共に第317戦闘迎撃飛行隊に所属する現役の搭乗員だった。報告書は彼らの飛行時間まで記録している。そして2人は、事案の数時間後に、情報将校から別々に聞き取りを受けた。つまり、これは噂話ではなく、軍がその場で正式に記録した迎撃の正のデータなのである。では、軍は、この一件をどう片付けたのか。同じシアトルのファイルには、他の都市のたくさんの通報も閉じてある。新聞が騒いだ円盤の目撃。落ちてきた人工衛星の破片ではという報告。その多くに捜査局や空軍は、淡々とありふれた説明を与えていった。だが、ニアベイのこの夜は違った。報告書の末尾評価の欄に、特別捜査部の地区司令官スペンサー・レイナー大佐は
こう書き残している。観測された光点、すなわち目標は、暫定的に真の空中目標と評価される。地上と機上両方の装備の上で、その大きさと形は B36 型、あるいは B52 型の大型機に似ていた。そして、引き起こしの推定速度は、マッハ1以上。誤作動でも気球でも、基地の航空機でもない。実在する空の目標。ただし正体は、不明。それが、空軍自身の結論だった。ここで見てきた FBI のメモと空軍の報告書は、すべてアメリカ政府が公式に機密解除し、war.gov で全文を公開している記録である。2026年に公開された一連の機密解除文書の一部だ。この動画は結論を出すものではない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介するチャンネルです。彼らはその夜の目標を真の空中目標と書いた。そして正体を未確認のままファイルに閉じた。それから70年余り、今政府はその報告書そのものを公開している。あの真の空中目標は一体何だったのか。記録はただそこにある。